16世紀半ば、宗教改革の余波に揺れるイングランドで、一人の女性が王冠を手にした。カトリック信仰を貫いたヘンリー8世の娘、メアリー1世。だが彼女は、即位からわずか9日間で王位を簒奪された女王ジェーン・グレイと対峙し、やがてそのいとこを処刑する決断を下す。その判断は冷酷だったのか、それとも国家安定のためのやむを得ぬ選択だったのか。後にブラッディ・メアリーと呼ばれた彼女は、本当に地に飢えた宗教的狂信者だったのか。カトリック復興と家計政策の背後にある政治的合理性と、継承者として指名したイボマイ・エリザベスとの複雑な関係は、単純な善悪や性格では語れない歴史の層を浮かび上がらせる。その生涯を丹念にたどることで、近代イングランド国家の成り立ちと、女性君主が背負った権力の重みを再考していきたい。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、スペイン王女として生まれた少女メアリー、誕生と幼少期の政治的位置。1516年2月18日、ロンドン郊外グリニッジ宮殿にて、イングランド王ヘンリー8世と王妃キャサリン・オブ・アラゴンの間に誕生した王女メアリー。その誕生は、チューダー王朝にとって待望の後継者ではあったが、男子ではなかったという事実に、宮廷は落胆を隠さなかった。だが政治的には、母キャサリンがスペイン・ハプスブルク家の王女であったことから、メアリーは生まれながらにして国際政治の駒としての役割を負わされていた。当時のイングランドは、カトリック世界の一部としてローマ教皇の権威を仰ぎつつ、神聖ローマ帝国やフランスとの緊張関係に身を置いていた。そんな中、スペインとの同盟関係は戦略的に重要であり、その証としての王女メアリーは単なる王位継承者以上の意味を持っていた。幼少期からラテン語、音楽、神学、天文学に至る幅広い学問を学び、その教育水準はヨーロッパ王族層でも屈指のものだったと記録されている。特に注目すべきは、彼女が母の信仰とスペイン的カトリック王権思想の影響を深く受けていた点である。当時の慣習では、王妃の影響力は家庭内にとどまらず、宗教的規範を通じて王女の人格形成にまで及んだ。キャサリンは、娘に神の代理人としての王権という概念を教え込み、信仰と統治を不可分のものとして内面化させていった。メアリーの後年の政治姿勢、すなわち信仰の純粋性と王権の神聖性への固執は、この時期の教育に深く根を下ろしている。外交的には、メアリーは生まれて間もなく神聖ローマ皇帝カール5世、キャサリンの甥との婚約が取り沙汰された。これは、イングランドと神聖ローマ帝国、すなわちハプスブルク家の連携を見据えた布石であり、彼女は幼いながらにヨーロッパの覇権争いの渦中に置かれていた。ただしこの婚約は実現には至らず、メアリーは長く独身のまま成人を迎えることとなる。一方、国内の世論は複雑だった。庶民層や地方貴族の間では、王女誕生を祝う声もあったが、依然として男子後継者を望む空気が強く、女児の継承には本質的な不安がつきまとった。実際、女王による統治が神学的にも政治的にも正当とされていなかった時代において、メアリーは生まれながらに制度的な逆風の中にいたと言える。王権構造から照らせば、テューダー朝は新興王朝であり、王位の正当性を男子継承によって担保したいという焦りが常につきまとっていた。そのため、いかにメアリーが王の嫡出子であっても、男子が生まれればそちらに継承権が移されるというのが当然の空気だった。こうした不安定な立場は、彼女の人格にある種の防衛的感情と孤独感を生む土壌ともなった。同時代の証言には、メアリーを秀才で、優美で、宗教に熱い王女と評する者が多い。だがそれと同時に、快活さよりも珍視に傾く気質、自己主張が強く、感情を抑えがたい性格といった描写も見受けられる。これは、彼女が幼少期から強い緊張と期待のもとに育てられたことの副作用でもあったかもしれない。現代研究では、メアリーの幼年期を文化的に極めて洗練された教育の恩恵を受けた一方で、王朝内の権力構造に翻弄された制度の子として捉える見方が強い。信仰と王権の結合を絶対視する姿勢は、
宗教的共振というより、育成過程で制度的に刷り込まれた王たる者の義務という観念だったと再解釈されている。すなわち、彼女の人生は最初から王権、信仰、血統という三重の構造の中に投げ込まれていたのである。それが、後年の宗教政策や処刑判断において、どれほど冷酷とも見える形で現れたとしても、その背景には制度と歴史が複雑に絡み合っていたのだった。第2章、宗教改革と諸子宣告、父ヘンリー8世とイボマイエリザベスの影。1533年、メアリー・キューダーの身分は一夜にして根底から覆された。父ヘンリー8世がローマ教皇の許可なくキャサリン・オブ・アラゴンとの婚姻を無効とし、新たにアン・ブーリンと結婚したことにより、メアリーは諸子として王位継承権を剥奪され、王宮からも遠ざけられる運命をたどる。この一連の動きは、単なる家庭内の不和ではなく、イングランド国家全体の制度と宗教秩序を揺るがす事態を招いた。背景には、教皇クレメンス7世による離婚不許可と、それに反発したヘンリー8世の主張令がある。これによりイングランド国王は教会の最高権威とされ、宗教的にはカトリック教義を維持しつつも、制度的にはローマとの決別が果たされた。つまり、宗教改革の出発点において、王権と信仰が一体化する新たな体制が築かれたのだった。この変革の最大の犠牲者がメアリーである。制度的には、継承法の改定により、彼女は王位継承順位から除外された。加えて、諸子という地位は、宗教的にも社会的にも深い烙印となり、正当な王女としての存在を否定されたのである。これにより、彼女は精神的政治的に孤立を深めていく。諸外国との関係も微妙な変化を見せた。とりわけ母キャサリンの実家であるスペイン・ハプスブルク家、すなわち皇帝カール5世は、メアリーの処遇を中止していた。王室内の屈辱に耐えかねた彼女は、母と共に断固としてアン・ブーリンの正当性を認めず、教皇の権威に従う姿勢を保ち続けた。この姿勢は、イングランドにおけるカトリック勢力の象徴として、国外からも注目を浴びることになる。民衆の感覚においても、メアリーの失脚は単なる王室の内情を超えた問題だった。特にカトリック信仰の根強い地方では、彼女の苦難に同情が寄せられ、真の王女、教皇に忠実な正統者として密かな人気を博していた。ロンドンでは動揺が広がり、一部の市民は密かにキャサリンとメアリーを支持する意思を表明していた記録も残る。王権構造において、ヘンリー8世の決断は王の意思を超えた制度変革をもたらした。主張令に基づく教会制度の再編は、王権の正当性そのものを法的に再構築する作業であり、宗教的な正当性よりも国王の裁量を優先する国家原理がここで誕生した。メアリーの諸子化は、まさにその実験台ともいえる決断だった。宮廷内での見方も分かれていた。ある者は、メアリーを時代遅れのカトリック的異物とみなし、排除すべき存在と捉えた。一方で、アン・ブーリン派の中にも、彼女の知性や宗教的経験さに一定の敬意を示す者がいた。特に王室女官の間では、メアリーに同情的な者が密かに支援を試みた事例も知られている。近年の資料解釈では、この時期のメアリーが受け身の被害者ではなく、信仰と正当性を武器にした静かな抵抗者として再評価されている。命じられた宗教改革への参加を拒み続けた彼女の姿勢は、単なる信仰の堅くなさではなく、自身の存在そのものを政治的生命と化す戦略的行為だったという見方もある。すなわちこの章で見えてくるのは、メアリーが王女から諸子へと転落する中で、単なる家族内の不遇を超え、国家制度と宗教原理の転換点に巻き込まれた象徴的存在であったという構図である。その沈黙と孤立の中で、彼女は即位という未来の機会に備えて、精神的な信念を進化させていくことになる。第3章、反乱と王位継承の攻防、ジェーン・グレイとの対決とその処刑。1553年7月、エドワード6世の死に伴い、イングランドは緊急の王位継承問題に直面した。病弱な若き王は、死の直前に遺言を改め、次期国王にメアリーでもエリザベスでもなく、プロテスタントの流れを組む意と込めい、ジェーン・グレイを指名した。エドワードは、
父ヘンリー8世の制定した継承法に反してまでもカトリック回帰の可能性を封じようとし、自らが進めた宗教改革を維持すべく王位の行方に介入したのである。この遺言をもとにノーサンバランド公ジョン・ダドリーら改革派貴族はジェーンを女王として即位させた。だが王冠を受けたジェーン・グレイの支配はわずか9日間に終わる。地方から決然と進軍してきたメアリーは東部貴族とカトリック民衆の熱烈な支持を背景に王位を奪還する。ロンドン市民の反応も決定的だった。市中ではメアリーの名のもとに教会の鐘が鳴らされ、人々は彼女を正当な王の娘として迎え入れた。この時点でメアリーはジェーンを直ちに処刑する道を選ばなかった。むしろ年若く本人の意思とは無関係に政治の具とされたジェーンに対し一定の憐れみを抱いていた節がある。実際ジェーンはロンドン島に収監されたまま数ヶ月にわたって生命を保たれていた。だがこの寛容さが政治的安定を揺るがす要因となったのが翌1554年のワイアットの乱である。フィリペ2世との結婚を発表したメアリーに対し国内では反スペイン感情と宗教的反発が爆発し、反乱が勃発する。指導者トマス・ワイアットの蜂起にはプロテスタント勢力や王位継承を危惧する者たちが連なり、その背景には再びジェーンを女王にという声もあった。決定的だったのはジェーンの父サフォーク公ヘンリー・グレイがこの反乱に加担したことである。これによりもはやジェーンを生かしておくことはメアリー政権にとって内乱の火種を残すことを意味した。制度的には王位簒奪に関与した者は公判逆罪に問われ処刑は合法とされた。議会もメアリーの王位を支持する法案を通し、エドワードの遺言は法的根拠を失っていた。王権と継承法の枠組みの中でジェーンを処刑することは正当性の秩序を回復する手段として制度的に位置づけられていたのである。メアリーは悩んだ末、ジェーンとその夫ギルフォード・ダドリーの処刑に踏み切った。1554年2月12日、2人はロンドン島で斬首される。ジェーンの最後は冷静かつ信仰に満ちたものと記録され、処刑後間もなく彼女はプロテスタント側で殉教者として神格化されていく。ジョン・フォックスの殉教者列伝における描写は、ジェーンを信仰のために死んだ清らかな乙女として定着させ、後世に強い印象を残した。一方で同時代の王権支持層においてはジェーン処刑は不幸な決断ではあれ、国家安定のためには不可避とする認識が一般的だった。メアリー自身も彼女を感情的に憎んでいたわけではなかった。むしろ政治的に利用された不運な血縁者として最後まで個人的には許そうとした様子が散見される。しかし繰り返される反乱と政権批判の中で慈悲よりも国家の秩序が優先されたのである。近年の研究ではメアリーのこの決断は宗教的狂信というよりも王位と正当性を守る最後の政治的選択として評価されつつある。彼女の手によって命を奪われたジェーンが後に清純な殉教者として語られ続ける一方で、その死を命じた側の苦悩や制度的重圧が見落とされがちであるという問題も指摘されている。すなわちジェーンの処刑とは信仰と権力、法と感情が錯綜する16世紀イングランドの宿命的な一断面であった。第4章、カトリック復興の開始、即位土地の粛清は何を意味したか。1553年7月、正式にイングランド女王メアリー一世として即位した彼女は自身の信仰に従い速やかにカトリック信仰の回復に着手した。ローマ教会との断絶を修復し、プロテスタント改革によって解体された修道院や典礼を復活させる一方で、王国の宗教的統一を実現するという理念のもと異端とみなされた者たちへの処罰、すなわち家刑が実行されていく。これこそが後世メアリーにブラッディ・メアリー、血まみれのメアリーという名が冠される最大の要因となった政策である。この家計政策は制度的には中世以来の異端審問に基づいていた。1554年に制定された異端法により、カトリック信仰以外の教義を公然と唱えることは死罪とされた。この法はヘンリー8世の時代にも存在していたが、改革期には実質的に凍結されていた。それをメアリーが再適用したことは
国境改革に対する明確な逆流を意味していた。だがそれは単なる復古主義ではなく、宗教と王権の一体性を再構築する国家戦略だったとも言える。実際に処刑された者は約280名に及ぶ。その多くは都市部や地方で活動していたプロテスタントの説教者や信徒であった。中でも有名なのはかつてのカンタベリー大主教トマス・クランマーである。彼はメアリーの父ヘンリー8世の宗教政策を支え、アン・ブーリンとの結婚を合法化した中心人物だったが、1556年オックスフォードにて家系に処された。その様子は生々しく記録され、後のプロテスタント史観では信仰のために燃やされた象徴として記憶された。しかしこの家系政策は民衆全体の支持を一様に受けていたわけではない。特にロンドン市民の間では家系の公開処刑に対する嫌悪感と被処刑者への同情が広まり始めていた。記録によれば集まった見物人の一部は涙を流し、祈りを捧げる者もいたとされる。民衆感情のこうした動きは王権の宗教政策に対する共感と距離の乖離を如実に示していた。宮廷内でもこうした政策をめぐる意見は分かれていた。カトリック教皇派のウィンチェスター司教スティーブン・ガーディナーらは異端を根絶するには処罰が不可欠と考えていたが、穏健派の貴族の中には家系はかえって宗教対立を激化させると懸念する声もあった。メアリー自身はこの時期病に悩まされながらも魂の救済という観点から処刑を正当化していたという。一方周辺諸国との関係を見れば、この政策はスペイン・ハプスブルク家との同調を強める役割を果たしていた。夫であるスペイン皇太子フィリペとの結婚により、メアリーはハプスブルクの王朝的威信と宗教的一体性の中にイングランドを位置づけようとした。この構想の下では国内の異端を排除することは不可欠とみなされていた。近年の研究ではこれらの家系政策をメアリー個人の感情や宗教的狂信の表れとしてではなく、制度的な国家建設の一手段として分析する見方が強まっている。すなわちメアリーが目指したのは旧教への回帰ではなく、秩序ある王権の下での宗教統一であったという視点である。家系という過激な手段が選ばれた背景には、中世的な宗教観だけでなく王権の威信回復という近代国家的動機があったという点を見落としてはならない。とはいえ後世において彼女がブラッディ・メアリーと呼ばれるようになったのは、やはりこの政策の印象があまりに強烈だったからに他ならない。しかもこの呼称は後のエリザベス一世によるプロテスタント的国家構築の中で政治的に利用されたプロパガンダの側面も否定できない。歴史学では再評価されつつあるとはいえ、その残像はなおも濃い。家系政策は王としてのメアリーの理想と民衆の現実との間にあった深い溝を象徴していた。そしてこの溝こそがやがて彼女の孤立とやめ、さらには後継者問題へとつながっていく伏線となっていた。第5章、フィリペ2世との結婚、スペインとの同盟と王朝戦略の限界。1554年7月25日、メアリー1世はロンドンのウィンチェスター宮殿でスペイン王子フィリペ、後のフィリペ2世と結婚式を挙げた。この婚姻は単なる個人の選択ではなく、カトリック世界の再編を視野に入れた国際的政略結婚だった。メアリーにとっては信仰上も政治的にも最も信頼できるカトリック盟友との結びつきであり、イングランド王権の威信と正当性を強化する構想の中核に据えられていた。背景には神聖ローマ皇帝カール5世、フィリペの父とメアリーの母キャサリン・オブ・アラゴンとの親縁関係があった。メアリーはスペイン王家の血を引く者として自らをヨーロッパカトリック圏の正当な王女と自負していた。故にこの結婚は王朝としての自己認識と深く結びついていたのである。またこの婚姻によってイングランドがハプスブルク帝国の一角としてフランスに対抗する国際秩序の中に位置づけられるという戦略的意味合いもあった。しかしイングランド国内ではこの結婚に対する強い警戒心が広がっていた。フィリペがスペインから軍隊を率いて上陸することに対する恐怖、そしてイングランドがスペインに従属するのではないかという疑念は貴族層市民層とは根強かった。この民衆の反発は
前章で述べたワイアットの乱にも直結している。国王の婚姻がここまで反感を招いたのは、イングランドにおいて外来の王杯が総主権を脅かすという政治的文化的本能に触れたからだった。制度的には結婚契約においてフィリペはイングランドの王と称されるが、実際の統治には関与しないという条項が明記されていた。これはイングランド王権の独立を守るための法的防波堤であり、メアリー自身もフィリペとの関係を通じて支配権を譲渡するつもりはなかった。だが王杯であるフィリペが実際にどこまで影響力を行使したかについては当時から意見が分かれていた。宮廷内ではフィリペの到来によってスペイン風の政治儀礼や外交儀式が導入され、カトリック的な荘厳さが一層強調されるようになった。一部の帝臣たちはこれを王権の強化とみなして歓迎したが、他方でスペイン化に対する懐疑と反感も募った。メアリーは王妃としてのフィリペに敬意を払いながらも、イングランドの主権と信仰制度を自らの手で守ろうとする微妙な均衡を保っていた。外交的に見ればこの結婚は一時的にイングランドをカトリック同盟の一翼とし、フランスとの対立構造を明確にする効果があった。しかしフィリペの関心は常にスペイン本国と大陸政策にあり、イングランドはその戦略の一手段に過ぎなかった。象徴的なのは1557年にイングランドがスペインの要請によりフランスと戦争に突入した際のことである。カレーの喪失はイングランドにとって国民的屈辱であり、メアリー政権への信頼を大きく損なう結果となった。民衆の反応は冷ややかだった。スペインとの結婚によって期待された王位継承者の誕生も実現せず、メアリーの度重なる偽妊娠報道は王権の神聖性すら揺るがせた。ロンドン市民の間ではフィリペを冷淡な王妃、利益だけを追う外国人として見る風潮が根強く、国王夫妻の不在感は次第に政権の孤立を深めていった。貴族層の間でもスペインとの結びつきがイングランドの独立性を損なうのではないかという疑念は消えず、むしろフィリペが滞在を終えて帰国した後にはその不信感が一層強まった。メアリーにとっては王朝の存続と宗教の一致という夢を託した結婚であったが、現実には政治的孤立と民意の乖離を招いたのである。現代の歴史学ではこの婚姻政策を通じてメアリーが築こうとしたカトリックハクスブルク的王権モデルの意義が再評価されつつある。一方でそれがイングランドという国民国家の形成にとっていかに異質で受け入れがたい構想であったかも改めて明らかになってきた。つまりこの結婚は宗教、王権、国家という3つの軸が断絶する地点で試みられた無理な接合だったのである。メアリーは王として最も個人的な選択であるはずの結婚を通じて最も政治的な失敗を経験した。この挫折はやがて彼女が王位をイボマイ・エリザベスに託す決断へとつながっていく。第6章、エリザベスとの関係、監視と最終的な継承容認の構造。メアリー一世の治世において最も緊張をはらんだ対人関係の一つがイボマイ・エリザベスとのものである。エリザベスはヘンリー8世とアン・ブーリンの娘であり、メアリーにとっては母キャサリンを苦しめた存在の生まれでもあった。だがそれ以上に問題だったのは、エリザベスが国民的に人気を集め王位継承権を保有する存在であったという点にあった。メアリーが即位した1553年当初、エリザベスの地位は微妙だった。ヘンリー8世の制定した王位継承法により諸子とされたものの、最終的には王位継承順位に復帰していた。だがエリザベスがプロテスタントに親和的であること、加えて若さと知性、そして母親譲りのカリスマ性を備えていたことは、カトリック復興を推し進めようとするメアリーにとって常に潜在的な脅威となっていた。この不信感が決定的になったのは1554年のワイアットの乱の際である。反乱勢力の中にエリザベスを女王にとする声が含まれていたという風聞が広まり、エリザベス自身が反乱に関与していたとの疑いが浮上した。これにより彼女はロンドン島に幽閉され尋問を受けることになる。証拠不十分により最終的には釈放されるが、この出来事は両者の関係に修復不可能な溝を生じさせた。王権構造に基づけば
メアリーにとってエリザベスの存在は二重の脅威だった。第一に、制度的な継承権を有しながら自身の宗教政策とは相反する信仰を支持する存在であること。第二に、王位継承問題が未解決のままであることが政権の安定性を常に揺るがしていた点である。特にメアリーの妊娠がたびたび報道されたものの、実際には出産に至らなかったことで、後継者不在の状況が現実味を帯びていた。宮廷内でもエリザベスの扱いをめぐって意見は分かれていた。強硬派は彼女を国外に追放すべきと主張したが、穏健派は王家の血筋を重んじ、継承権を否定すべきではないと還元した。また、スペインからの影響も見逃せない。夫フィリペ2世は、イングランドの安定のためには、プロテスタントであっても王朝の血を引く者が継承することを望んでいた節がある。彼にとって重要なのは、イングランドが無政府状態に陥らないことであり、宗教的純粋性よりも王朝的安定性が優先された。そうした複雑な要因が重なり、メアリーは次第にエリザベスの存在を容認せざるを得なくなっていく。病を抱え、後継者を産めないことが明白になるにつれ、彼女は国の将来を託す相手を見定めざるを得なかった。歴史的記録によれば、メアリーは最終的に自らの死の床で、エリザベスを時代の君主として暗黙のうちに認めたとされている。明確な文書による指名は存在しないものの、議会と枢密院の指示を受け、エリザベスは1558年、平穏里に王位を継承することになる。当時の民衆は、エリザベスの継承を歓迎した。プロテスタント信仰への期待に加え、若き女王への希望が広がっていたからである。メアリーの治世末期においては、家計政策やスペイン同盟への不満が蓄積しており、エリザベスの即位は、宗教的にも政治的にも正常化として受け止められた。近年の研究では、メアリーがエリザベスを最終的に排除しなかった理由について、単なる健康の衰えや政治的失敗ではなく、王朝を潰さないという深層の責任意識があったとする見解がある。すなわち、どれほど個人的に葛藤があったとしても、王としての義務が彼女に冷静な判断を促したというのである。このようにして、メアリー一世は自らが拒絶し続けた宗教と理念の担い手に王冠を託す形で、その生涯を閉じた。だがそれは、決して敗北や断念ではなかった。むしろ制度と血統、王権と国家の安定を優先するという、王としての矜持の表れだったとも言えるだろう。第7章、歴史におけるブラッディ・メアリー像、プロパガンダと再評価の狭間で、1558年11月17日、42歳の若さで崩御したメアリー一世は、カトリック復興を目指した短くも劇的な治世を終えた。彼女の死後、即位したのはイボマイ・エリザベス。プロテスタントによる国家再建が進む中で、メアリーの名は歴史の中で急速に変質していく。ブラッディ・メアリー、血まみれの女王というあまりに強烈な異名が彼女に与えられたのは、この時期に形成された歴史的記憶操作の結果に他ならない。エリザベス一世が即位すると、統治の正当性を強調するために、前政権の否定が必要とされた。とりわけメアリーの家計政策は、プロテスタントの立場から見ると暴政として非難しやすい題材であり、そこに道徳的優位性を付与することで、新たな国家理念に正当性を与えることができた。ジョン・フォックスが1563年に出版した殉教者の書は、その典型である。彼はメアリーの治世を信仰に準じた者たちが燃やされた暗黒時代として描き、処刑されたプロテスタントを英雄視する物語を確立した。こうして、ブラッディ・メアリーという異名は、単に宗教政策の過激さを指すものではなく、政治的に編まれた記憶の象徴として利用されていった。エリザベス政権下のプロテスタント国家が、自らの寛容性と啓蒙を浮き彫りにするために、メアリーの治世を残虐で対抗的な過去として物語化したのである。このプロパガンダは近代に至るまで続いた。19世紀ビクトリア朝においても、メアリーは女性支配の失敗例として、エリザベスの理想的統治を引き立てる対比像として再利用された。しかも、宗教的独裁者という印象とともに、感情に支配されたヒステリックな女王という性別的偏見までが付加され、彼女の人物像はさらに歪められていく。
だが20世紀後半からこうした単線的評価への疑問が歴史学の中で提起されるようになる。宗教政策を含めた彼女の施策の多くが当時のヨーロッパにおいてはごく一般的であり、特段残虐でも得意でもなかったという事実が再確認され始めた。またメアリーが即位後すぐに恩赦や借金返済を行ったこと、議会と連携しながら政策を進めたことなど、合理的な統治者としての側面も次第に明らかとなってきた。現代研究では彼女を宗教的狂信者としてではなく、制度と信仰の間で国家を再構築しようとした近世的君主として位置づける試みが進んでいる。さらにフェミニズム歴史学の視点からは、彼女に向けられた性別的偏見の構造が問題視されており、彼女のイメージが女性であるがゆえに失敗したという前提のもとで構築されてきたこと自体が問い直されている。このようにメアリー一世の人物像は死後に形成された政治的物語、宗教的対立、そしてジェンダーの視点が錯綜しながら立ち現れてきたものである。彼女が歩んだ政治と信仰の軌跡は個人の劇場ではなく王国の構造そのものに根ざしていた。そしてその構造は時代のエリザベス一世が築いた黄金時代の記憶の中であえて忘却されねじ曲げられたとも言える。今回の動画は以上となります。メアリー一世の人生は王権、宗教、ジェンダーという3つの軸が交差する中世から近世への過渡期を象徴していました。彼女は王朝の正当性を背負いながら異端とされた信仰に従い、自らの知性を制度と理念の双方から立て直そうとした。その姿は単なるブラッディメアリーというレッテルでは捉えきれない複雑な構造を持っています。宗教的狂信か政治的合理か、あるいは後世のプロパガンダによって形作られた影帽子か、私たちはメアリーという人物の背後にある歴史の編まれ方そのものにこそ目を向ける必要があるのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。